皆さんこんにちは、みさとです。四国は高知駅にいます。今回は高知駅から少し西へ行ってドラマのゆかりの地を訪れたいと思います。2023年4月から放送されている NHK 朝ドラのらんまん。高知駅から特急で30分の佐川町がらんまん高知編の舞台になります。佐川駅の中には観光案内所があり、ちょっとした牧野富太郎博士コーナーになっていました。ベンチには牧野博士の帽子と植物採集に使った銅卵がさりげなく置いていました。床に模様がありますが、野道にバイカオウレンの花が印刷されたおしゃれな雰囲気。コインロッカーの一つもバイカオウレンでした。さらに駅舎の外にはバイカオウレンポストが。それではらんまんの聖地巡礼、佐川の街を歩きます。散策には駅の観光案内所にあった上町の街歩きマップで回りました。街中でらんまんを応援しているのがよくわかりますね。司ボタン酒造の1号蔵。この道は土佐街道松山街道なのですが、その街道沿いに延々と大きな蔵が続きました。その酒蔵の向かい側には大きな観光駐車場が、マイカーで来ても安心ですね。四国銀行佐川支店横になります。駅から歩いてきた道をさらにまっすぐ歩き、左に曲がります。左に曲がった先の突き当たりにあるのが牧野富太郎製菓。中に入ると万太郎と末子がお出迎え。こちらは製菓の復元模型。他にも遺品や原稿、ドラマで出てきた部屋で植物に夢中になって散らかったシーンが再現されています。牧野先生の声も聞けましたよ。ここは牧野先生の勉強部屋があったとされる牧野蔵と菱屋の蔵があった場所。駐車場になりもう残っていませんが、後ろの建物に屋根の痕跡があるのがわかりますね。白い瀟洒な洋館の旧青山文庫。警察署だった時期もあったようです。中ではらんまんのパネル展をやっていたのでちょっと見学。この動画を編集している段階では高知編が終わったばかり。東京編も新キャラがたくさん出てきて楽しみですね。そしてこちらが名交換。ドラマのロケに使われたものではありませんが、当時の佐川で使われていた史実の名交換です。館内は牧野博士と名交換との歴史や当時の講義の様子が伺えたりします。古民家カフェになっている旧浜口家住宅。見学もできますし、お土産も売っています。ここでちょっと一休みして、オレンジジュースの自乳ソフトクリームフロートをいただきました。この後歩きがハードになるので、ちょうどいいチャージになりました。一休みの後は清源寺と牧野公園を目指します。道端ではこんな感じで新玉ねぎが発売中。牧野公園へ行く途中にある清源寺。ここを見て予期地だと気づいた方もおられるかと思います。ドラマでの名交換への石段ですね。万太郎と滝さんがこの階段を登っていきました。上の門のところで蘭光先生に水をかけられたのもここですね。清源寺の石段を降りて次に牧野公園へ。ここは明治35年に牧野博士が佐川町に桜の苗木を送ったのが始まりだそう。公園の道は物見岩と佐川城跡に至る舗装された道を登っていきます。途中には駅にもあった牧野博士愛用の帽子と銅卵。牧野博士と田中光明先生のお墓もあります。一番上まで登りましたが、私は物見岩の存在に気がつかず、牧野博士の帽子とメガネを模した撮影スポットと、白富士の藤灘などを見て山を降りました。物見岩はドラマの中で佐川の街を一望するシーンのロケ地らしいのですが、代わりに道中の見渡せる場所で撮影しました。牧野公園を登ってきた道をまた戻ります。先ほどの名交換や旧浜口家住宅のある道は酒蔵の道と呼ばれています。この酒蔵の道は万太郎が名交換へ通うシーンのロケに使われたそう。
酒蔵や家並みが明治の頃らしい風情があって、とてもいい雰囲気です。司ボタン酒造さんの放浪看板もあったりして、気分を一層盛り上げます。酒蔵の道の一番駅側にある案内板。私は駅から街道をまっすぐに歩いて、牧野博士の生家から訪れましたが、この案内板に従って、ここで左折すると直接酒蔵の道に入って行きます。一旦佐川の駅に戻って今回最後のスポットへ。締めの訪問地は佐川ナウマンカルスト。駅のベンチで一休みして佐川ナウマンカルストまで徒歩10分と確認して向かいました。佐川ナウマンカルストに到着。私はマムシには出会いませんでした。ナウマンカルストというだけあって石灰石のカルスト地形な場所。ドラマで使われたのはここの上の方で、蘭光先生と雄一郎君と一緒に課外授業で歩いていたシーンのようですね。聖地巡礼を終えて佐川駅に戻りました。ちなみに私は12時8分に佐川駅に着いて、17時22分の列車で佐川駅を立ったので、約5時間ほど観光していました。ところで佐川から新大阪までこのまま日帰りで帰ることができます。佐川から新大阪までの乗り継ぎはこうなります。電車賃はこんな感じ。ちなみに新大阪から佐川への航路の乗り継ぎと費用はこうなります。しかし片道1万3000円を超えると東京新大阪間の片道新幹線の費用になってしまい、もったいない気もします。そこで裏技を使うと片道1万円程度に抑えることができます。それは旅行会社の日本旅行のバリ得高知を利用する方法。新大阪から光号またはこだま号指定席を利用。岡山から高知までは特急南風号指定席利用で7900円からのお値段で行けてしまいます。高知から佐川は別料金になり、特急自由席利用で片道1390円が現地で購入になります。ただ、このバリ得は通常の JR の切符とは違い、乗り遅れたり変更したり途中で降りることもできません。乗り遅れたら切符を一から買い直さないといけないので、ご利用には注意が必要です。らんまん工事編の佐川の旅いかがだったでしょうか。感想などありましたらぜひコメント欄にお願いしますね。今回も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。チャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。評価の方もしていただけると嬉しいです。